私はゆい。夫とは離婚して早10年が経った。先日闘病の末、とうとう元義父が亡くなってしまったので、あの頃のことを思い出してみる。あれは夫の正也と結婚して数年程度経った頃、体調が悪かったので病院へ行くと、来週再検査し、その結果次第では入院、手術をしなければならないことが決定。しばらく受付でぼーっとしていたが、看護師さんに肩を叩かれハッとする。ここで悩んでいてもしょうがないのだ。正也の好物を作り、帰宅を待つことにした。おかえり。ああ。ちょっと話したいことがあるんだけど。俺今仕事から帰ってきたばっかりで疲れてるんだよ。ごめん。いつから正也との会話が少なくなったのだろう。結婚当初はニコニコと今日会ったこととか、今度どこへ行こうとか、そういう話で食卓に花を咲かせてくれていたのに、ここ最近はまるでお通夜のような静けさだ。こんな状況で言い出しづらいがしょうがない。今日病院に行ったの。はあ？病院？働いてないくせに病気かよ。それで来週の再検査次第では手術が必要なの。手術？うん。迷惑かけてごめんなさい。また沈黙が流れる。眉間にシワを寄せ、乱暴におかずを口に運んでいた正也だったが、咀嚼し飲み込んだ頃には表情が落ち着いたように見えた。どの程度入院するの？2週間ぐらい。そうか、悪いけど、俺その頃出張入ってるんだよね。出張？珍しいね。なんだよ。いや、初めてだなって。だから立ち会いとか無理だから。同意書を書いてもらわなきゃいけないの。めんどくせえな。出張前にもらってきてよ。相談してみるわ。まだ手術すると決定したわけではないんだけどな。涙が溢れそうになるのを必死にこらえた。そこから再検査までの1週間は生きた心地がしなかった。一人になると不意に涙が溢れてくる。そんな私とは違い、いつも帰宅後はイラついていた正也の表情は明るい。ウキウキとしたようにいつもスマホをいじっていた。そしてとうとう再検査の日。結果はやはりというか手術することが決まった。その日のうちに同意書をもらい帰宅。正也は今日の夕方には出発するらしい。どうだった？やっぱり手術することになったからサインお願いね。私はまだ手術内容を正也に言っていなかったが、この同意書を見ればわかってしまう。正也に何をどれだけ罵られるだろうと私は身構える。ほいほい、なんだよ、印鑑いるのか？すでに私はサイン済みだったせいか、正也はサイン欄しか見ていないらしい。荷造りの中に入れちまったよ。玄関に置かれたスーツケースをごそごそと漁る正也。内容に気がつかない正也に、ほっとすると同時に、苛立たしさが募る。私が入院して手術までするのになんで？全身麻酔までするんだよ。私初めてなんだよ。そう泣き叫びたい。だが私にはできなかった。あった。よし。結局正也は何も言うことなく、同意書にサインを済ませて家を出て行った。振り返ることなく玄関を出て行った正也。こんなことをしている場合ではない。私も入院自宅をしなければ。とはいえ、大人になってからの入院は初めてのことで、何を準備したらよいのかわからない。私はあちこちをひっくり返しながら、乱雑気味にバッグへ詰め込んでいった。何を引っ張り出した時なのかわからないが、持ち上げた拍子にひらりと紙が落ちたのが視界の端に見えた。なんだ？お札サイズよりは少し大きめのそれを拾い上げる。バスネット？それは高速バスの領収書控えだった。なんでこんなものが？と怪訝に思いつつ中身を読むと、それは明日の日付だ。出張の移動は今日のはずだ。行き先は空港だが、乗り場は自宅から少し離れたところに指定されている。そしてある一点で目が止まった。二人？出張で同僚と一緒といえばそれまでなのだが、妙な胸騒ぎがする。
ふと思い立ち、マセヤのクローゼットを開けると、そこにはずらりと並んだ白シャツがある。今日着ていた白シャツ以外過不足ない。出かけて行った時は普段通りのスーツ姿だったが、なぜ泊まりの出張で一着もシャツを持っていかないのだろうか。胸騒ぎが大きくなり、私服をしまう引き出しを開けると、一部にぽっかりと空いたスペースが。マサヤはどうして出張に私服を持って行ったんだろう。クローゼットの上部に収納された衣装ケースの蓋が開いているのが目についた。ここには、例えばマフラーだとか、季節物のあまり使わないものなんかを入れておいている。脚立を取りに一度そこを離れ、再度脚立を使い、衣装ケースを慎重に下ろす。中身を確認すると、どうやらここから水着を取っていったようだ。足先から震えてくる。私はポケットからスマホを取り出し、友人へ電話をかけた。今私が想像していることを友人に、バカだな、思い過ごしだよ、と、そう笑い飛ばして欲しかったのだ。なんとか荷物をまとめ、病院の受付まで向かった私だが、そこで力尽きてしまった。次に目が覚めた時は、病室に寝かされていた。体の表面は冷え切っているのにとても熱い。この感覚には覚えがある。貧血だ。指先を動かすことすら億劫で感覚的に、あと少しこのまま寝ていればすぐに動けるようになるだろう。目線だけ動かすとどうやら個室のようだ。こういう病院だと個室は当たり前なのだろうか。ガラリと戸が開く音がし、奥の方から看護師さんがやってきた。目が覚めました？手慣れた手つきで布団をめくり、私の腕に何かを巻きつける。血圧を測っているようだ。すみません、まだちょっと。さっきよりはいいけど、まだひどい顔色ですよ。血圧もまだ低いですね。聞くと、受付を済ませたと思ったら、私はそのまま座り込んでしまい、急遽運んでもらったらしい。もともと入院予定で、この部屋に通すつもりだったから、気にしないで休んでねと言い、布団をかけ直される。そういえばご主人は？出張で来れなくて、すみません、カバンの中に同意書が入ってるので。看護師がカバンを持ってきてくれたので、お願いして中から書類関係を取り出してもらう。本当は明日にでも手術と思っていたけれど、大事を取って明後日にしましょう。はい。今日のところはとりあえず休んでね。もう外は暗くなりかけている。かすかに赤ちゃんの泣く声が聞こえる気がする。もう考えるのはよそう。看護師さんの背中を見送って、私はまた目を閉じた。その後、結局2日ほど間を置いて、手術となった。人生で初めての全身麻酔。私の病室には、看護師さんや先生以外誰も来ない。不安でいっぱいだった。それは手術が終わって、麻酔もすっかり抜けた今も変わらない。逐一来る友人からの LINE を眺めて、たまにスタンプを返すのが今の私の精一杯だった。術後の体調は芳しくなかった。でもそれはどう考えても精神面が原因だったので、私は何とか先生にお願いして今日退院できた。本来この手術ならもう少し早めに退院できるはずなのだが、やはり精神面が多大なる影響を与えているようだ。自分の荷物をまとめ、病院を出るとプーッとクラクションが鳴る。友人が手を振っていた。一通り報告入れたけど見れた？うん、ありがとう。じゃあとりあえず合流して急いでご実家に行こうか。私たちはこれから更新所の方と合流し、一緒に義実家へ向かう。マセヤの浮気を突きつけて離婚するためだ。マセヤの帰国は私の退院日の次の日。おそらくまっすぐに自宅へ戻り、机の上の私の手紙に気がつくだろう。手紙といってもコピー用紙に義実家へ来てくださいとだけ書いてあるだけの簡素なものだ。病院で書いたものを友人へ頼み自宅へ置いてきてもらった。そうすればすぐに義実家へ来てくれるはずだ。揉め事は減らすため、マセヤより先に義両親へ今回のことを説明しておかねばならない。すでに両親を亡くしている私にとって、義両親は本当の家族のように迎えてくれた。
優しい義両親と離婚の結果、離れることになるのは寂しさもある。義両親と今後のことについて話し合っていると、私のスマホが鳴った。着信はマセヤからだった。私が入院している間は連絡の一つもよこさなかったのに。私は無視を決め込み話を続ける。しばらくして玄関がガチャリとなり、荒っぽい足音とともにマセヤがやってきた。ここにいたのか。顔を赤くして怒りをにじませた小姉に私は恐怖を感じる。結婚当初は優しかったマサヤ。だがどんどん本性が出てきたのか変わってしまったのか、私へ暴言を吐くようになった。専業主婦になり、毎日自宅でマサヤの罵声を聞かされているうちに、いつの間にかすべては私が悪いんだと思い込むようになっていた。その癖は未だに抜けきれない。じんわりと汗をかき始めた。出張お疲れ様。長い出張から帰った途端、何のつもり？俺疲れてるんだけど。座りなさい。義父に促され、しぶしぶ私の正面に着席するマサヤ。私の隣には義父が座り、マサヤの隣には義母が憔悴しきった面持ちで縮こまっていた。唇を切ったのは義父だ。仕事はどうだった？普通だよ。お前が一人で出張なんて珍しいんじゃないか？今はどこも人手不足だから。いつもの優しい義父ではなく、腕を組み冷たい目線を向ける様子に、マセは戸惑っているようだった。最初こそ私への怒りを隠そうともしなかったのに、そんな義父の真意を読み取ろうと焦るマセヤは滑稽だ。一人だったの？なんだよ。出張先はどこだったんだ？マセヤが答えたのは、事前に私が聞いていた場所でそういない。ここからは飛行機の距離だ。一問一答のような、この気まずい空気に耐えられなくなったのか、マセヤはベラベラと出張中の話や仕事の話を喋り出した。よくもまあ、ここまで適当な嘘が次々と出てくるものだ。どんどん表情が明るくなるマセヤとは逆に、義母はどんどん縮こまり、もう表情は見えない。仕事ってハワイでしてたの？マセヤの話を遮って投げかけた質問に、マセヤは黙り込む。どうなんだ？何言ってるんだよ。あの日、寝室で拾った空港行きの高速バスの領収書を見せる。中身を確認後、しまったという顔を隠しもしないマサヤ。どうなんだ？義父が再度同じ質問をするが、先ほどより熱がこもっている。いや、だから、これは出張先に行くためのやつだから、何がおかしいって言うんだよ。なんで家から離れた乗り口なの？なんで家から出て行った次の日が乗車日なの？ここからしか予約できなかったんだよ。会社の人が手配間違えたんだ。じゃあ一晩はどうしてたの？乗り込む時に気がついたから、しょうがなくネカフェに泊まったんだ。一人で？だからさっきからそう言ってるだろ。語気を荒げるマサヤ。二人って書いてあるが？義父が机をバンと叩く。マサヤさ、浮気してるよね。やっとこの場がどういう場なのか、マサヤは理解できたようだ。マサヤの顔が青くなる。出張から疲れて帰った途端浮気？ふざけるなよ。男が出張したら全部浮気だって言うのか？帰ると勢いよく立ち上がり出て行こうとするマサヤの行く手を阻んだのは友人だった。誰だよあんた。ゆいさんのお友達です。まあ座ってください。友人たちには隣の部屋に待機してもらっていた。突然現れた友人に退路を断たれ、戸惑いが隠せないマサヤ。友達？なんで実家に？私、こういう職業なんです。友人が名刺を差し出す。弁護士？はい、今回はゆいさんからご相談いただいています。ご主人の浮気の件ですが。浮気なんてしてない。してるだろう。あなたが認める認めないはどうでもいいです。あなたは浮気をして、私の友人を傷つけたのは紛れもない事実なので。友人が机に広げたのは、マサヤと見知らぬ女性が腕を組んでバスに乗り込む様子や、空港で食事をする様子、私服に着替え、二人で手をつなぎ歩く様子など、マサヤの浮気の証拠の数々だ。すでに義両親は一度見たものばかりだったが、
それを見てとうとう義母が崩れた。ゆいさん、ごめんなさい。私の育て方が悪かったの。ごめんなさい。お母さんは何も悪くありません。謝らないでください。優しい義母だ。床に座り込み、しくしくと泣く姿に、私は罪悪感を抱いてしまう。これは友人の弁護士事務所とつながりのある更新所に依頼して撮影してもらったものだ。あの日、友人に電話をすると、憤慨した友人が急遽依頼をし、二人の尾行を依頼。繁忙期でもない平日なのが幸いして、なんと本当にハワイにまでついて行ってくれたらしい。背景は聞いていないが、更新所は友人に借りがあったようだ。そのおかげで、こうしてマセヤと戦える材料が揃った。離婚してください。は？浮気、モラハラ、経済 DV。離婚自由にはこと書きませんね。DV なんてしてないだろ、ふざけんな。先ほどもお伝えしましたが、別にあなたが認めようが認めないがどうでもいいんです。は？どういう？証拠はあるので、裁判にすればよいだけの話です。更新所の方が手持ちの PC を操作し、ある音源を流す。ノイズが混じって入るが、男女の会話がしっかり聞こえてくる。もう帰らなきゃいけないの？寂しい。またすぐ会えるよ。奥さんまだ入院してるの？ああ、なんか事故か何かでもっと伸びてくれねえかな。そしたらもっと保険会社から金もらえるのに。今回の旅行も奥さんのお金だったんでしょ？奥さんに感謝。いいんだよ。君は最愛の彼女。あいつは最高の ATM。あれ？奥さん無職とかって言ってなかった？なんか子供欲しいからとかなんとか。妊活で仕事辞めたんだよ。さっさと再就職してもらわないとな。マー君の子供は私が産んであげる。そうしよっか。何の病気だか知らないけど、あいつがこのまま死んでくれたらさらに金入るのにな。どう考えても、この男はマサヤ本人だ。この音声を義父もすでに聞いていたはずだが、一度目と同じように顔を赤くし、体を震わせている。なんでここにこんな音源があるのか知りたい？更新所の方が録音してくれたのよ。マサヤは彼女に嘘をついている。もともと私たちは共働きだったのだが、なかなか子宝に恵まれなかった。周囲の友人たちが続々と妊娠、出産をしていくのに焦りを感じたマサヤが、仕事を辞めて不妊治療してほしいと頼んできたのだ。何度も話し合いをしたが、マサヤの頑なな態度に最終的に私が折れ、専業主婦となった。なんなんだよ。お前が不妊なのが全て悪い。全部お前が悪い。お前のせいだろ。こうなるまでは、マサヤとの関係は良好だった。共働きでお互いに家事をして、お互いの足りないところを補っていた。毎日たくさんおしゃべりもした。だが仕事を辞め、不妊治療を始めるにつれ、マサヤとの会話は減り、マサヤは私へ辛く当たるようになった。当初は不妊治療のストレスかもと思ったが、今になって思えば、その頃から不倫相手を作っていたのだろう。あなたが傷つくと思って黙ってたんだけどさ、二人で検査したじゃない？は？不妊治療開始前にお互いに検査をしたのだが、検査結果は私一人で聞いていた。マサヤは仕事の都合があったのだ。お前、お互い異常なかったって。まさか俺を騙してたのか？やっぱりお前が不妊だったんだろう。逆、問題があったのはマサヤ。当時の結果はこちらです。検査の結果、私には問題はなかったが、マサヤの精子が少ないことが分かった。自然妊娠が望めないほどではないが、難しいでしょうと言われた。だが私はこのことをマサヤに伝えられなかったし、自然妊娠の可能性があるのなら、知らずとも問題がないと思ったのだ。俺が？そう。だから今回の妊娠も先生は驚いていたわ。妊娠？何のことだよ。そういえば、手術って何の？妊娠12週目だったけど、渓流流産したの。同意書にサインしたでしょ？流産という言葉を使うだけで涙が出てきそうだ。必死に目元に力を入れてこらえる。もしかして、お前も不倫してたんじゃないのか？だって俺は問題があるんだからな。出張と偽り、浮気旅行に出かけたことがバレ、下に見ていた私から離婚を言い渡された上、自分が原因の不妊。
そんな中でも、なんとか優位に立とうと必死なマサヤにため息しか出ない。優にこと書いて、私の浮気を疑うマサヤの方を叩いたのは義母だった。いい加減にしなさい！聞いたこともないような大声で、マサヤを叱りつける義母。先ほどまで丸まってしくしく泣いていたのが嘘のように、背中はピンと伸びていた。ゆいさんがそんな汚らしいことをするわけがない。そんなことは私たちが一番よく知ってる。義父もうなずく。ゆいさんはあなたのためを思ってずっと黙っていたの。ずっと耐えてくれていたゆいさんをないがしろにして、ようやくできた子が亡くなったのよ。マサヤは義母の必死の訴えに聞き入っている。そんな大事な時に、あなたは悲しむでもなく、ゆいさんを支えるでもなく何してたの？ドンとマサヤの腕を殴る義母。いつの間にか私も涙が出ていた。本当なのか？不安げな、置いてけぼりにされた小学生のような顔で私を見つめるマサヤ。私はうなずくことしかできなかった。私は今回初めて、渓流流産なんてものを知ったよ。お前は知ってるか？首を横に振るマサヤ。それもそうだろう。私だって聞いたことはあっても、どういうものなのかは知らなかった。流産とつくからには、そういうものなのだろうという程度しか知らなかった。マサヤにどういうものなのか、病院で何と言われたか、私がどれだけ不安だったか、どれだけ苦しかったか、おえつ混じりで、正直途中から自分が何を言っているのかよくわからなくなったが、全部吐き出した。その場にいた全員が静かに聞いていた。すべてを吐き出して誰も口を開かない静かな時間の後、マサヤが勢いよく土下座する。額を思いっきり床に叩きつけるように激しい音が鳴る。悪かった、ごめん。マサヤも私も義両親も泣いていた。もう遅いんだよ、マサヤ。何もかも遅い。もうあなたの子はここにはいないんだよ。自分のお腹をさする。いくらマサヤが反省した態度を見せようが、泣き叫ぼうが、私はもう離婚以外の選択肢はない。離婚しましょう。嫌だ、離婚なんてしたくない。土下座したまま、ぐりぐりと床に額を押し付けるマサヤの背中を、義父が思いっきり殴る。もうお前は感動だ。二度とその顔を見せるな。殴られた反動のまま、床に倒れ込みぐったりとするマサヤ。だけどもう彼への愛情が冷め切ったことがわかる。自分だけが不幸みたいな顔しないで。何がそんなに不満なの？私に死んで欲しかったんでしょ？違う。違わない。裁判して離婚するか、今ここでサインするかの二択よ。友人が準備してくれていた離婚届とボールペンを床に置く。義両親の説得もあり、マサヤはその場で離婚することを選んだ。さらに義両親から相続権の放棄の念書にもサインさせられていた。こんな念書に効力はないが、義両親のマサヤへの思いが多少は伝わっただろう。その後、友人に正式に依頼をした。マサヤへの慰謝料請求、共同貯金からの使い込みの返金、浮気相手の女性にも慰謝料請求。二人には相場よりも高めの金額を要求したが、マサヤは思うところがあったのか一括で支払ってくれた。浮気相手の方はごねるかと思ったが、向こうは向こうでなんと婚約者がいたらしい。そちらと揉めるのを避けるためか、すぐに一括で支払われた。わざわざ私から婚約者に漏らすつもりはないが、こういう問題は隠しきれる話ではない。バレるのも時間の問題だろう。これで本当に一人ぼっちになってしまった。両親はすでに他界したし、私には兄弟はいない。昇進旅行ということで全てが終わったと、友人と二人で有名な観光地をいくつか巡りに出た。帰宅後、最後の挨拶に義両親のもとへ向かったのだが、その場である提案をされた。特別養子縁組ですか？ゆいさんが良ければなんだが、もう私たちにとってゆいさんは本当の娘みたいなものなの。同じく一人っ子のマサヤ、あんな念書に法的根拠はないが、義実家たちの財産をすべて私に譲りたいという申し出だった。しばらく悩んで、私はその申し出を受け入れることに決めた。おそらくこうなると今後再婚することは難しくなるだろう。だが、もう私は再婚する気はないし、
二度とあんな身を引き裂かれる思いもしたくないから子供も諦めた。それならば、今まで実の両親のようによくしてくれた二人と一緒に過ごすのもいい考えだ。友人には止められたが、私はこれでいいと思っている。今度の連休には二人と一緒に有名な水子神社へお参りに行く予定だ。二人にとっては孫、私にとっては大事な子供。顔を見ることもなくお別れすることになってしまったが、生まれ変わりというのがあるのならば、今度こそどこかで幸せになっていってほしいと思う。